GATX303 イージスの系譜。初期に開発された5機の GATX シリーズのうち唯一変形機構を有するモビルスーツとして開発された機体が GATX303 イージスである。本機の開発は中立の立場を謳う欧部出張国内の国営企業モルゲンレーテ社との共同で資源衛星コロニーヘリオポリスにて進められ、コズミックイラ71、1月20日にロールアウトを果たすも、同年1月25日、ザフト軍クルーゼ隊による自衛機強奪事件が発生。開発された5機の GATX シリーズのうち、デュエル、バスター、イージス、ブリッツが強奪され、イージスはアスランザラの上記として、残りの X ナンバー、ストライクと強襲機動特装艦アークエンジェルを追撃するため実戦に投入されることになる。変形機構を持つイージスには汎用型の X100 系フレームや特殊装備型の X200 系フレームとは異なり、可変機構型の X300 系フレームが採用され、 X100 系フレームの技術をフィードバックしつつ、地球連合軍の宇宙用量産型モビルアーマーメビウスの技術を流用し完成に至っている。これによって一撃離脱の機動力と火力を備えるモビルアーマー形態とモビルスーツ形態時の高い汎用性を両立させた独自性の強い機体として完成。しかしその一方で複雑な可変機構は生産性や運用面において高コスト化しやすいという欠点も併せ持ち、 X300 系フレームを採用した同系列の後継機ともいえる GATX370 レーダーなどの可変モビルスーツとの関連性や共通点は皆無であり、分類上は X300 系フレーム型可変モビルスーツというカテゴリーではあるものの、設計コンセプトは全く異なる機体となっている。イージスの機体構造。他の GATX シリーズとは一線を画す機体として完成したイージスは、可変機構だけでなく頭部やバックパックにも独自性の強い機体構造が採用されている。頭部に搭載されたトサカ状の大型多目的センサーは指揮官機としての運用を想定した装備になっており、戦場分析、通信機能、索敵能力の強化などの機能を持ち、ストライク、デュエル、バスター、ブリッツとの連携において中核を担う機体であったと言える。背部に採用された大型バックパックは機体の安定化を図るための上下に1機ずつ備えたスタビライザーであり、推進機は搭載されていないものの、バックパック側面に姿勢制御用のバーニャを搭載。両腰部にはメインスラッサーの役割を担うフィン状の大型バインダーを装備し、モビルスーツ形態時の運動性能向上とモビルアーマー形態時の加速力向上など重要な役目を担う機構であり、ビームライフルやシールドをそれぞれマウントできる仕様になっている。フェイズシフト装甲の採用。 GATX シリーズに投入された防御面の新技術として代表的な装備がフェイズシフト装甲であり、その特徴は物理攻撃を理論上無効化できるところにある。フェイズシフト装甲は一定の電圧を流すことで総転移を行う特殊装甲を展開し、展開時には耐熱性も飛躍的に上昇させ、モビルスーツ短期での大気圏突入時の熱にも耐えられる性能を誇り、無効化はしないもののビーム兵器における耐性も増加している。このようにパイロットの命を守る防御面において革新的な技術となったフェイズシフト装甲ではあるが、欠点も存在している。それは装甲の防御力を維持するためには電圧を常に流し続ける必要があるため、機体のエネルギー消費が激しく、機体稼働時間が極端に短くなってしまうところにある。機体のエネルギーが切れると防御力を維持できなくなり、装甲のカラーリングもメタリックグレーへと戻り、外観からもエネルギー切れを露呈してしまう形となってしまう。これをフェーズシフトダウンといい、この状態は相当な弱体化を意味している。後に GATX シリーズ後期型にはフェイズシフト装甲の進化型であるトランスフェーズ装甲が採用され、エネルギー消費軽減が図られることになる。イージスのモビルアーマー形態。本機のモビルアーマー形態は高速移動に適した巡航形態と戦闘用の砲撃形態の2種類の使い分けが可能になっている。巡航形態は高速巡航形態とも呼ばれ、メインスラッサーが後方に展開し、前面部はモビルスーツ形態時の腕部と脚部がランスのような線形状の形態へと変形。主に目標へと高速で接近し、攻撃後に迅速な戦線離脱を行うという戦術に用いられる。砲撃形態は強襲形態とも呼ばれ、前面部の4機のアームクローを展開し、腹部固定式の 580mm
副列位相エネルギー砲スキュラを放射可能となるなど、攻撃に特化したモビルアーマー形態となっている。この4機のアームクローはモビルスーツを捕獲し逃さないほどのパワーを誇っている。イージスの武装。イージスは初期型の可変モビルスーツということもあり、モビルアーマー形態は試作機という側面が強く、モビルスーツ形態とモビルアーマー形態でのコンセプトが明確に区別されている。そのためモビルスーツ形態時に使用可能なビームライフルやイーゲルシュテルンなどの砲戦装備はモビルアーマー形態時には使用することができず、逆にイージス最大の火力を誇るスキュラはモビルアーマー形態時でしか使用することができない。イージスの主兵装はビーム式手持ち式火器 60mm 高エネルギービームライフルであり、デュエルやストライクよりも若干大口径ではあるが、威力や基本性能は同じだったとされている。両腕部と両脚部のつま先部にはビームサーベルを展開可能なブレードクローをそれぞれに搭載し、サーベルエミッターを抜刀する必要がないため、戦況に応じた運用面や対応能力ではデュエルやストライクよりも優れていると言われ、ビームサーベルを同時展開した際には4刀流に近い使用方法も可能となる。またモビルアーマー形態時でもビームサーベルを展開することが可能となっており、ブレード自体の強度も非常に高い。この他にも前述のイージス最大の火力を誇るスキュラ、イーゲルシュテルン、対ビームコーティング処理が施された対ビームシールドを装備している。イージスのこの可変機構はコズミックイラ73の戦乱時に地球連合軍が実戦投入した YMAFX6BD ザムザザーの設計・開発などに影響を与えることになる。GATX303WA ロッソイージスガンダムエースパイロット用モビルスーツ開発計画、通称アクタイオンプロジェクトによって開発されたイージスの強化改造モビルスーツがこのロッソイージスガンダムである。現状判明している機体の中で唯一のイージスの直系機とされ、新たにウィングバインダーを増設したことで可変機能を拡張し、変形形態のパターンが増加している。さらに大気圏内での飛行能力、モビルスーツ形態でのスキュラの使用が可能になるなどの改修が施されている。この新たな変形パターンは新規装備のウィングバインダーを脚部として展開する多脚形態とも呼ばれ、主に山岳地帯や不安定な地形上でその進化を発揮することができる。運動性、機動性、さらには近接格闘戦能力が飛躍的に向上を果たした機体ではあるが、ベース機にはない機能の数々が盛り込まれているため、機体構造がさらに複雑化してしまったという問題点も抱えている。 X300 系型レーダーへの発展。地球連合軍はザフトの空戦用モビルスーツに対抗するため、可変機構を特徴とする X300 系フレームを導入した新型機の開発に着手。可変フレームを採用した一撃離脱強襲用攻撃モビルスーツの開発というコンセプトのもと完成した機体が後期 GATX シリーズの1機 GATX370 レーダーである。もともと地球連合軍は X300 系フレームを導入した新型の可変モビルスーツの開発に取り組んでいたが、コズミックイラ71、6月15日に開始されたオーブ解放作戦においてテストを兼ねた実戦投入に間に合わせるため、急遽レーダーの開発が行われることになる。ブーステッドマンであるクロトブエル専用に調整されたレーダーは前述の理由から急増機としての側面が強いものの、大気圏内宇宙空間問わずに高機動戦闘が可能な汎用性、複雑化していた X300 系フレームの簡易化、両機を機体上部に乗せ空輸するなど戦闘能力、運用面、整備性などにおいて一定の完成度を誇る機体として誕生している。武装は頭部の後部に搭載され、副列位相エネルギー砲の流れを組む 100mm エネルギー砲ゾーン、右腕部にはシールドと機関砲を一体化させた複合兵装、2連装 52mm 超高初速防順砲、対ビームコーティング処理が施された高分子ワイヤーで構成されるスパイク付き質量兵器破砕級ミョルニル、クローブの内側に内蔵された出力とバレルの調整が可能な短距離プラズマ砲アフラマズダ、モビルアーマー形態時に展開される M417 80mm 機関砲 M2M3 76mm 機関砲を装備。オーブ解放作戦以降、同時期に開発されたカラミティ、フォビドゥンとともに実戦に投入されたレーダーは ZGMFX10A フリーダム、ZGMFX09A ジャスティスに対して
互角の戦いを繰り広げる活躍を見せ、地球連合軍の主力機としてその性能の高さを証明。結果的に母艦であるアークエンジェル級2番艦ドミニオンが沈み、レーダーとパイロットであるクロトブエルに限界が来たところをイザーク・ジュールの GATX-10 にデュエルに撃墜されるという最後を迎えている。レーダーの系列機にはもともと新型モビルスーツとして開発が行われていた GAT333 レーダー正式仕様に加えて、アクタイオンプロジェクトによって開発されたレーダーの強化発展型 AI 無人機 GATX370G ゲルプレイダーが存在している。ZGMFX-1A リゼネレイトガンダム。リゼネレイトガンダムは強奪したイージスをベースに強化型アームドモジュールミーティアのコンセプトを発展させ開発された核動力搭載型のザフト製大型モビルスーツである。その機体全高は 35.61 メートルと通常のモビルスーツ群の約2倍の大きさを誇り、アームドモジュールと本体を一体化させたユニットモジュール構造を採用し、コックピットと各エンジンはコアユニットと呼ばれるバックパックに位置している。リゼネレイトとは再生を意味しており、コアユニット以外のモビルスーツ部位は換装可能な予備パーツとして用意されているため、破壊されても即座に再生可能となる。イージスをベースにしているため、モビルアーマー形態への変形も可能となっており、砲戦仕様の強襲用モビルアーマー形態、高速機動仕様の高速巡航形態の2形態を有している。また巨大ガンマレーザー砲ジェネシスアルファからのレーザー照射によって爆発的な超加速を得られるライトクラフトプロパルジョンと呼ばれる加速推進システムを採用し、核エンジンとの融合によって高い機動力と稼働時間を獲得している。XMFP192P プロトカオス。プロトカオスはユニウス条約締結後にザフトによって進められたセカンドステージシリーズの前身として開発された機体であり、イージスの可変機構に着目し試験運用も兼ねた試作機としての設計がなされている。しかし本機自体に可変機構は採用されていないため、純粋なモビルアーマー形態時の性能面を追求した機体として製造されている。また後に開発される ZGMFX24S カオスガンダムの原型機となった機体であり、空間認識能力を不要としたドラグーン兵装 EQFU5X 機動兵装ポッドを4機装備し、ポッド内には MA81R ビーム突撃砲と AGM141 ファイヤーフライ誘導ミサイルが内蔵されている。クロー先端には MAXM434 ビームクローを内蔵。機首部にはモノアイ方式が採用されている。ZGMFIX21R プロトセイバー。プロトセイバーは後述するザフトのセカンドステージシリーズの1機 ZGMFX23S セイバーガンダムの試作機として開発された可変モビルスーツである。カラーリングはダークグレーを基調とし、大気圏内でのモビルアーマー形態時における可変機構と起動試験のため地上に配備され、開発時期は第2次連合プラント大戦以前から行われていたため、開発にはオーブの技術協力もあったとされている。試験機ではあるものの、プロトセイバーもセカンドステージシリーズに属し、ワイヤレスエネルギー供給システムデュートリオンビーム送電システムを搭載。試験は順調に行われ、プロトセイバーで得られた実証データはセイバーガンダムの開発に役立てられることになったが、その後地球連合軍に強奪されてしまい、前述のリジェネレイトガンダムのコアユニットを接続させた RGX04 プラス X11A プロトセイバープラス11として戦闘用コーディネーターイルドジョラールの上記となっている。リジェネレイトのコアユニット自体が核エンジンを搭載しているため、本機も核搭載型モビルスーツに該当し、コアユニットを切り離しての遠隔操作も可能な量子コンピュータウイルス送信システムが新たに組み込まれている。ZGMFX23S セイバーガンダム。セイバーガンダムは前述のプロトセイバーを原型機としてユニウス条約締結後にザフトで開発されたセカンドステージシリーズに位置する可変型モビルスーツである。
同じセカンドステージシリーズとなるインパルス、カオス、アビス、ガイアよりもロールアウトが遅れたため、アーモリー1でのガンダム強奪事件は免れるという経緯を持つ。モビルアーマー形態時には、背部に2機装備された M106 アムフォルタスプラズマ収束ビーム砲を前面に展開した双動型の飛行形態へと変形し、大気圏内外問わずに発揮できる高い機動性を獲得。ミネルヴァ隊の隊長としてザフト軍に復帰したアスランザラの上記となり、その性能を最大限引き出す活躍を見せるが、キラヤマトの ZGMF-X1OA フリーダムとの戦闘では士気を一瞬で切り落とされ、修復不能な状態にまで破壊されてしまう。装備自体はインパルス、カオス、アビス、ガイアに比べて特殊兵装などは装備しておらず、 MABAR70 高エネルギービームライフル、 MAN941 バジュラビームサーベル、 MA7B スーパーフォルティスビーム砲に加えて、対空迎撃用の 20mm シウスや機関砲、対ビームコーティング処理が施された MMIRD11 空力防順など基本的な武装を装備。機体名に付けられたセイバーは救世主を意味している。この他にも第一次連合プラント対戦後期にロールアウトされた核エンジン搭載型モビルスーツ ZGMF-X09A ジャスティスガンダムの頭部はイージスの設計をもとに開発されており、同じくアスランザラの上記としてフリーダムとともに活躍を見せている。ジャスティスの解説は同チャンネルのフリーダムとジャスティスの機体解説をご覧ください。LVZGMFX23S バンセイバーガンダム秘密結社ライブラリアンがセイバーガンダムを再設計し、大気圏内での運動性をより強化して完成させた可変モビルスーツがバンセイバーである。本機はイージスの X300 系フレームをベースにした可変型モビルスーツが多く存在する中、セカンドステージシリーズの可変機構をベースに開発された珍しい機体でもある。またアムフォルタスプラズマ収束ビーム砲を肩部に搭載した形態はインフィニットジャスティスのファトゥム01の運用データを反映させたものになっている。武装自体の改修は大幅な変更というものはされていないが、背部から肩部へと主翼の位置を変更したことでモビルスーツ形態時、モビルアーマー形態時においてセイバーよりも運動性の向上に成功。機体名のバントはフランス語で風を意味し、ストライカーパックシステムへの対応も果たしている。LVZGMFX23S バンセイバーガンダム界前述のバンセイバーガンダムに LNGATX207 ネブラブリッツガンダムのマガノイクタチストライカーを装備した機体がこのバンセイバーガンダム界である。傭兵部隊サーペントテールのコーディネーターイライジャキール専用にロウギュールが調整を施した結果、マガノイクタチストライカーを装備したことで機体の空力制御に応用され安定性向上を果たしている。以上、イージスの系譜の解説を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。